みんなさんこんにちは。今日は日本の住宅の種類についてお話ししていきましょう。日本語を楽しみながら勉強してください。住宅の形にはいくつかの種類があります。マンション。日本語のマンションは鉄筋コンクリートで作られた比較的大きめの集合住宅です。部屋を買って住む場合と家賃を払って借りて住む場合があります。近年、特に都市部では、マンションが多く建てられています。土地を有効利用するため、高層建築にしたマンションをタワーマンションタワマンということもあります。アパート。アパートは、マンションほど大きくなく、大抵2階建てから3階建てぐらいで、エレベーターはなく、部屋数も少ない建物を言います。木造のことも多いです。借りて住むのが一般的で、マンションと比べると、家賃が安い印象があります。ただし、法律的にはマンションとアパートには明確な区別はありません。一戸建て、郊外、または地方では特に、一戸建てに住んでいる人も多くいます。自分で購入して住んでいる人がほとんどです。若い時は都心の集合住宅に住み、結婚して家族が増えたら郊外に一戸建てを買う、というパターンもあります。最近では、都心の便利な場所で一戸建てに住みたい。というニーズから都心の狭い土地に3階建ての一戸建てを建てることも増えています。シェアハウス。一軒の家を複数の人で借りて住むスタイルの賃貸住宅で、個室と共用スペースがあります。部屋は自分の個室がありますが、キッチンやシャワーラウンジなどは入居者が共同で利用します。他の人との交流もできることから学生や外国人に人気があります。寮。会社の社員のため、または学生のための集合住宅で、社員寮学生寮などがあります。自分の個室があり、トイレ、キッチン、風呂などは共同で利用します。個室がなく、ベッドのみが割り当てられる寮もあります。食事付きで、毎日の食事が食堂で提供される場合もあります。家賃は非常に安いことが一般的です。住宅の形にはいくつかの種類があります。マンション。日本語のマンションは、鉄筋コンクリートで作られた、比較的大きめの集合住宅です。部屋を買って住む場合と、家賃を払って借りて住む場合があります。近年、特に都市部では、マンションが多く建てられています。土地を有効利用するため、高層建築にしたマンションをタワーマンションタワマンということもあります。アパート。アパートは、マンションほど大きくなく、大抵2階建てから3階建てぐらいで、エレベーターはなく、部屋数も少ない建物を言います。木造のことも多いです。借りて住むのが一般的で、マンションと比べると、家賃が安い印象があります。ただし、法律的にはマンションとアパートには明確な区別はありません。一戸建て、郊外、または地方では特に、一戸建てに住んでいる人も多くいます。自分で購入して住んでいる人がほとんどです。若い時は都心の集合住宅に住み、
結婚して家族が増えたら郊外に一戸建てを買う。というパターンもあります。最近では、都心の便利な場所で一戸建てに住みたい。というニーズから都心の狭い土地に3階建ての一戸建てを建てることも増えています。シェアハウス。一軒の家を複数の人で借りて住むスタイルの賃貸住宅で、個室と共用スペースがあります。部屋は自分の個室がありますが、キッチンやシャワーラウンジなどは入居者が共同で利用します。他の人との交流もできることから学生や外国人に人気があります。寮。会社の社員のため、または学生のための集合住宅で、社員寮学生寮などがあります。自分の個室があり、トイレ、キッチン、風呂などは共同で利用します。個室がなく、ベッドのみが割り当てられる寮もあります。食事付きで、毎日の食事が食堂で提供される場合もあります。家賃は非常に安いことが一般的です。